でカチッと次の弾に切り替わってますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は電着銃を作ってみようと思います。電気の力で着火する映画の撮影などに使われるモデルガンですね。電気による着火を再現して実際に弾を発射できるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはまだ紹介していなかった新要素と飛行機の強化方法を紹介しておきます。こちらの大鉄鋼に機能が追加されました。電気の整流効果ですね。こんな感じで大鉄鋼を回路に挟むことで一方向にのみ電気を流すことができます。この方向は見た目ではわからないので LED を使って確認しておきましょう。ちなみにこの状態から大鉄鋼の向きを90度変えて取り付けると大鉄鋼から先の LED が点滅します。電流が乱れてるみたいですね。この大鉄鋼にはいろいろ使い道がありますが、その一つが発電機の強化です。以前作ったこちらの発電機ですが、最大速度で動いている時でも一つのバッテリーの充電に18秒くらいかかっています。これは一つのモーターが最大パワーを発揮した時より少し遅いくらいなので、4つのモーターがあるこの仕組みだと遅すぎますね。多分モーター同士が直接金属で繋がっているので、お互いが発電した電力を吸収してしまっているんじゃないでしょうか。もしそうならそれぞれのモーターに大鉄鋼をつけてモーターから発生した電気が他のモーターに逆流しないようにすれば発電量がアップするはずです。それではこの大鉄鋼をつけた状態でバッテリーを充電してみましょう。十分回転数が上がったところでバッテリーを置くとすごい速さで充電されていきます。そしてなんと4秒で充電が完了しました。大鉄鋼の整流効果のおかげですね。では次はプロペラの強化方法について紹介しておきます。今まで一つのモーターを使った二重反転プロペラを使っていましたが、実はこのプロペラ片方は1秒間に2回転しかしていません。最高速度の半分ですね。片方を固定して動かすと1秒で4回転しているので、どうやら軸とモーターそれぞれに羽をつける二重反転プロペラはモーターの速度の上限のせいで回転速度が半分になってしまうみたいです。そこで2つのプロペラが最高速度で回転するようにモーターを2つ使った二重反転プロペラに改造してみましょう。軸とベアリングを追加して両軸化と軸と本体が通電するようにしたモーターをこんな感じで後ろのモーターと逆向きに追加しましょう。あとはモーター本体にプロペラの羽を追加すれば強化完了です。早速こちらを取り付けて飛んでみましょう。プロペラが最高速度で回転して勢いよく浮かび上がりました。強化成功ですね。もともとバッテリーは23本使っていてオーバースペック気味だったのでモーターを2つにしても特にパワー不足は感じませんでした。燃費も同じですね。でも改造前の状態では存在しなかった反作用が発生するので前後のプロペラのバランスを整える必要があります。そうしないと抵抗が強い方に引っ張られて機体がねじれてしまうわけですね。ついでに運転席についている残量確認用のバッテリーと無限発電機をつないで充電中にバッテリー残量を確認しながら飛行できるようにしました。それでは今までまともに飛べなかった合計200キロの傾斜を積んで飛行できるか試してみましょう。スイッチオン。いい感じに滑走した後離陸してくれました。200キロを積んでいるとは思えないスムーズな飛行ですね。
プロペラの回転数は2倍になっているはずなので、その分パワーも確実に上がっているみたいです。でも、これだけ重い荷物を積んでいると、海の上に浮かぶことができず、沈んでプロペラが壊れてしまいました。次は、充電しながら飛行した時のバッテリーの様子を見てみましょう。飛行中は少しずつ減っていきますね。バッテリー23本分の消費量が無限発電機の発電量を上回っているみたいです。それでも発電していない時よりかなり長距離飛べるようになりました。そしてスイッチをオフにすれば消費がゼロになるのでバッテリーの容量が回復していきます。これで無限に遠くに行けますね。それではそろそろ転着銃作りに入りましょう。火薬に着火するのにこちらのタングステン鉱石を熱して作ったタングステンを利用します。タングステンは電力を送り込むと発熱する性質がありますが、タングステン鉱石は発熱しません。発熱量は電力が強いほど大きくなるので、たくさんのバッテリーをつなげたものをタングステンにつけた火薬にこうやって後ろから近づけると、タングステンが発熱して火薬が爆発しました。草の方に向けて同じようにしてみると、よし、しっかりタングステンが飛んで草に当たってくれています。この仕組みは使えそうですね。ちなみにバッテリーをたくさん繋いでいるのになぜか発熱が少ないときは金属を付け直すと正しく発熱してくれることがあります。それでは早速タングステンの発熱で発射する転着銃の仕組みを作っていきましょう。プラスチックの筒の中にタングステンと火薬を入れたものを6つ用意したら、モーターの軸の周りにきれいに並べて付けましょう。あとはバッテリーから繋いだ金属をバネに繋いで火薬の後ろに近づくようにすれば、タングステンに通電して発射することができました。残りの弾も手で回転させながら金属を近づけていくことで全て発射することができました。しかしもう一度試してみると、全ての弾に誘爆してしまいました。多分これは軸の部分に火薬をつけて爆発させたことが原因で起こる現象だと思います。そこでモーターのつなぎ方を変えて軸ではなくモーター本体に弾がつながるように作り直しました。この状態で試してみると、よし、誘爆することなく6発すべての弾を発射することができました。直してよかったです。あとはモーターを使って一発ごとにちょうどいいところに回転できるようにするだけですね。ベアリングのガーリン6つをぐるっと並べてつけて、それを下からバネで押さえることで、ちょうどいい位置に緩く固定できるようにしました。これを1本のバッテリーで動かそうとしましたが、回転が速すぎるので、太陽電池を使ってみましょう。今度はパワー不足ですね。だったら、回転のロックを外して、太陽電池でゆっくり回転させながら、着火用の金属で回転を止めるようにするとどうでしょうか。早速試してみると、ちゃんと打ててますね。でも、2発目を打ち終わったところで、なぜか回転しなくなりました。バランスが変わったせいかもしれませんね。もっと安定して発射できるように、火薬の後ろにプラスチックの棒を追加して、打っていない状態の弾は引っかかって回転しないようにしました。そして、シリンダーを回す動力は、満タンのバッテリーと空のバッテリーを組み合わせた弱い電力を使います。バッテリーへの給電の分、パワーが落ちるわけですね。早速試してみましょう。発射着火用の金属を近づけて発射した後、そのまま後ろに引くことで、回転用のモーターに通電して、次の弾に切り替わりました。
これならスムーズに連発することができますね。そのままこの動作を繰り返して、6発すべて撃つことができました。草を狙ってみても、しっかり弾が飛んで、当たっているのがわかりました。これで電着銃の完成ですね。重量は、両手でギリギリ持てるくらいなので、持ったまま撃つことができます。早速発射してみましょう。弾を発射した後、電力でカチッと次の弾に切り替わってますね。連射速度は速くないですが、しっかり新要素を使った実用的な武器になったんじゃないでしょうか。草を狙ってみると、しっかり当たって、どんどん破壊してくれています。やはり鉄を発射していた時より、威力が高いですね。今度は遠くの木を狙ってみましょう。よし、命中しました。本体が重すぎて、まともに狙うのは難しいので、精密射撃には向きませんが、ある程度大きな的なら、狙って当てることができます。今度は威力も見てみましょう。ドローン工場の壁を狙ってみると、一発で5000ダメージ以上与えて、ニュースで破壊しています。これならレーザーが届かない位置から、一方的に機種を制圧できそうです。ついでに風力発電機の柱を撃っても、余裕で輪切りにすることができました。さすがはタングステンの弾ですね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、電着銃で撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。なるべく離れたところから、狙いを定めて撃ってみると、命中しました。でも、125ダメージだったので、うまく当たっていないみたいです。それからも、何度も撃ってみましたが、これくらい離れると、なかなか当たりませんね。それでも諦めず、繰り返し撃ちまくっていると、やったー !5931 ダメージ巨大スライムを倒しました。さすがはタングステン弾。結構距離が離れていても、ちゃんと当たれば、なかなかのダメージを叩き出してくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた電着銃さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またー。